ネトジュンさんは思考の神経回路から直感の神経回路へ切り替わり、突然いわゆる悟りと呼ばれる意識状態へ変容されたと語っています。それは神秘体験のようでいて、神経科学の視点から見ると脳のモードシフトとして説明できる可能性があります。今日は悟り意識で脳に何が起きているのか、なぜ私感が薄れるのか、なぜ直感が冴えるのか、なぜ幸福が体の内側から湧くのか、この4点を翻訳していきます。デフォルトモードネットワーク。ここは私物語を再生する回路です。過去、未来、評価、不安。頭の中のナレーション装置。瞑想研究ではこの回路の活動低下が確認されています。ナレーションが小さくなると世界が解説なしで立ち上がる。私が体験しているから体験が起きているへ。悟りの第一段階は足し算ではなく引き算です。通常は私から対象という構図。しかし注意ネットワークの強調が変わると主体と客体の境界が薄れます。見る人が消えるというより見るという現象だけが残る。ここで起きているのは視点の再配置。頭中心から体全体へ。ネドジュンさんの言う胸の座とも接続できます。ガンマ波域の動機増加。脳内の広範囲が同時にリズムを刻む。バラバラの独奏が止まり、全体が一つの拍で呼吸する。その主体的体験が強い明晰さ、境界の希薄化、統合感。悟りはぼんやりではなく、むしろ透明度が高い。ここでネドジュンさんの言う直感。これは特定の部位というより、自己物語回路が静かになる、注意ネットワークの再編、全体動機が増えるという神経モードの統合状態と考えられます。脳が変わるのではなく、脳の使われ方が変わる。悟りとは新しい能力の獲得というより、過剰な活動の停止。引き算によって現れる静かな全体性。なぜ幸福が内側から湧くのか。ここが今日の核心です。1、扁桃体の鎮静。警報装置が静まる。未来不安のノイズが下がる。体が安全を感じ始めます。瞑想神経の優位。副交感神経が働き、心拍が穏やかに、呼吸が深く、内臓が安定する。胸の奥が温かい。お腹が柔らかい。幸福は神経の安全信号です。内受容感覚の前傾化。頭皮質が体内感覚を拾います。思考が静まると、体がもともと出していた微細な心よい信号が聞こえてきます。幸福は新しく作られるものではなく、常に鳴っていた貴重音だったんです。セロトニン的安定。ドーパミン的な高揚ではなく、持続的で静かな満ち足りた感覚。波の頂点ではなく、海面そのものが穏やか。だから理由がない幸福感。まとめると、悟りとは自己物語が静かになる。注意の再編。神経が同期する。自律神経の安定。つまり、神経が統合されたモード。幸せ感は結果ではなく、
統合の副産物だったのですね。今から少しだけ実験をします。背筋を軽く伸ばし、視線を柔らかく。まず、頭の中の言葉に気づきます。今、何か解説していますか？それを止めようとせず、音量を下げるイメージ。次に、胸の奥へ注意を移します。心拍はありますか？呼吸はどこで動いていますか？お腹の奥は緊張していますか？それとも少し緩んでいますか？評価しない。調整しない。ただ感じる。もし一瞬でも静か、広い、温かい、そんな感覚があれば、それが神経の安全信号です。幸福はどこか遠くにあるのではなく、防衛が緩んだ瞬間に現れる。次回はこのモードはどういう時に切り替わるのか、誰でも起こりうるのか、なぜ頑張るほど遠ざかるのか、意識を変容する条件について神経の視点からさらに踏み込みます。悟りは特別な人のものではなく、脳の可能性の一つのモード、さらに具体的に掘り下げていきます。